青葉さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、ミヤビバラですね、ピンク色の可愛らしい花が咲くやつなんですけどね、これをちょっとだいぶほったらかされてたやつですね、こういうのがちょっとたくさん入ってきたので、これをちょっともう傷んでるところを取りながらですね、なんかちょっと作れたらなというふうに思っております。今日はそれをちょっとやろうかなと思ってます。だいたいこういうバラ系統はですね、本来11月12月ぐらいに思い切ってもうバツッと刈り込んどくと、春暖かくなって出てきた新芽に花がつきますのでね、だからいいんですけど、これは去年暮れに切ってないんですよね。だからこうやって伸びてるんですけど、あんまりこれは切ったのか何なのか分かりませんけど、あんま伸びてなくて枝ちょっと枯れちゃってるところも多いんですけど、こういうのなんかもうこういうもう茶色になってる黒くなってるやつはもう全部枯れてるところですからね、もうこういうとこからは芽が出ないので、こういうところ全部取ってしまおうと思います。でこれが一番こんなやって伸びていいようにあるんですけど、完全なこの種のところからは芽が出てないのでですね、これ後でちょっと切ってみますけど、完全に枯れてるんだったらもう取らないとダメですけどね、もったいないですよね、こんな状態になってるのはですね。じゃあ、せっかくなんでですね、今年、うまくいけばこういうところからも花出るでしょうから、この伸びてるのをちょっと今回はこのまま残したままやっていこうと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようでもここまでほったらかしてよなっていう途中でなんか気づけようと思うけど、一応これをもともと持ってらっしゃった方曰く業者の方大きな声では言えないけど、本人曰く俺は業者やと嘘っていう方が持ってらっしゃったやつでですね、なんか鹿児島の方なんかに行っていろいろ交換会なんか行かれるんだっていう話をされますけど、本当かどうかわからないですけどね。これ枯れてそうですね。残してても芽は吹きそうにないですよね。本来は12月ぐらいにこれやるんですか。そうですね、11月12月ぐらいで刈り込んどくと春の新芽で綺麗なのが出るんですけどね、もう肝心な種はなくなっちゃいましたけどね。一応でも根はあることはあるんですけどね、芽が生きてますから当然根はあるんでしょうけど、一頃よくこれも流行って出てたんですけどね、このミヤビバラっていうの結構花つきが良くて花も可愛いので人気だったんですけどね。これいっぱいつくやつ。いっぱいつきますね。でも管理が悪いとやっぱそれはダメでしょうけど、これもパキッて言いましたけど枯れてますよね、ここも。
もともと値上がりなんでこれは根っこなんですけどね。肝心なでも、水を吸ったりする根が細かい根がないですよね。もう傷んでしまってるのでですね。でもまた復活するとは思いますけどね。バラなんで強いですから。はい、根がですねこんなちょろちょろしかないんですよ。本当はこれちょっとわーっと伸ばしてこの辺は上に出してってやるといいんでしょうけど、もう下これだけの根だとですねちょっと心もとないのでですね、多少は引っ張りますけど、秘密兵器っていうか、あえてちょっと白いこういうパイプですね、これ中に下から突っ込んで針金、今からこれを固定するための針金ですけど中を通して上から出してます。でそれをした根を止めてずれないように根を止めてここでちょっと止めてるんですけど、このまま鉢に植えていこうかなと思いますと、どのぐらい上に出るかな。うまいこと通るかな。こんな感じですね。せっかくなんでこの値上がり部分を使ってやろうというふうに思ってます。2、3年ぐらいである程度根が出ればですねまた抜いて、それまでにこの形もある程度は固まってくるでしょうから、次の植え替えの時にこの棒を抜き取るっていうような形ですかね。で今この辺の根もまだ生きてるわけですからとってもいいんですけど、下の根があまりにもちょっと少ないので、これもちょっとなんていうんですか、保護する意味で後で水苔をちょっとここに巻いときます。
で下の方が十分根が出ればですね、上の方はさほどなくてもいけるかなというふうに思いますので、とりあえずはちょっとこの今ある根も残すためにちょっと水苔で軽く1年間はですね、保護してあげようかなというふうに思っております。バラはあんまり好きじゃないですねトゲがあるのでチクチク痛いですもんね。こんなんどうでしょうかね。花は、こういうとこからまだ今年新芽これからですからね、見えますかね、こういうので新しい新芽の芽当たりっていうのでこうポチッとこうあるんですよ。この辺なんかは分かりやすいですね。こんなところからこう芽が伸びて葉が出るんですけど、そういうところにこう花がついたりしますので、つけば結構もうこの節々でついていくので、今年つくかどうかは微妙ですけど、何せ根がこんだけしかないのに、一つでも二つでもついてくれれば、今水苔が高いんですよね。高いって言ってました。で昔からこう日本に来てて品質のいい水苔いうたらニュージーランド産なんですよ。で大体うちあたりで前使ってた時が大体 2A、3A ぐらいのやつを使ってたんですけどね。でこれがニュージーランド産が入らなくなって今チリ産ですかね、チリ産の水苔。ところが言うちゃあれやけど品質が悪いよろしくないって聞きますよ。なのにニュージーランド産の時より高いという形でですね、なんかこういうのをされる方は非常に困ってらっしゃるみたいですね。以前お客さんからですね、そのニュージーランド産の最高級の、長いやつを仕入れてほしいと言われて一回入れたことがあるんですよ。でその 2A、3A も品物は悪くないんですよ。だけどそんな長くないのでですね、1メーター何本やったかな1本がっていうのを問屋さんに言ったらあるっちゅうから仕入れたんですけど、お値段こんな細長い薄い箱に入ってきました。あの時名前で4本か5本ぐらい入っちゃったですね。おいくらだったと思います？お客さんが弁当バット見てるぐらい高いって言われたんですよ。いや、そうなんですか？そうなんですよ。やっぱりそうなんですね。4本か5本、4本やったかな、こう開けた時に4本しか入ってないんですよ。水苔ですよ。こんな1メーター何メーターか1メーターちょっとぐらいこう長さのやつが4本ぐらいしか入ってないんですけど、それで卸ですよ。卸が何メーターかの時7000何本かですね、卸でですねってでそのお客さんに電話して大体うちでこんくらいの値段になるけどって言って何箱いりますって言ったらあるだけって言うから、いやそんなにないみたいですよって言って、だから 4,5 箱ぐらいあったんですかね。だからそれ全部入れてくれって言われて。その時業者さんじゃないんでしょ？いや業者じゃないですよ。だからうちは卸で7000いくらかで入れてますから、それをうちの儲け分入れて出すわけですから、そのお値段をお伝えしたんですけどね、それでいいから入れてくれって言われて、4箱か5箱かぐらいだったですけどね、取ってでお売りしたことがあるんですけど、何に使うんじゃろうと思って、ただやっぱなんか、何ラン言うたかな、あの時なんか、着生ランかなんかなんでしょうかね、なんかああいうラン系統のやつですけどね、そういうのを使うのにいるんだと。でいつもそのいいやつを使っているとおっしゃるので、それって
肝心なその欄の値段より高っちゃねえやろかとちらっと思ったんですけどね。まあでも欄も高いやつはすごいみたいですね。何十万ってする欄もあると聞きますから、それこそ昔観覧なんかがブームの時は一目何十万何百万っていう話も聞きましたもんね。前もうちょっともう亡くなったけど宮崎の市内の方にいらっしゃった方がちょうど観覧をこう売ってらっしゃる時に私行って、ただ一鉢その 4万なんぼかこうお金をお客さんからもらう時に行ったんですけど、ああいいのが売れたですねっていう話したら、もうだいぶその時も高齢だったんですけど、あれは昔バブルの時にわしがその一目400万で買うたと。でそれを4万だから5万円かなんかもらっていくらかお釣りを渡してたので4万いくらかでしょうね。100分の1 400万で買うたっつってはあっていう話をして、もう今こんなもんよっつって言われて、へえでも花すごい見事なんでしょうねって言ったら、咲くかどうかもわからんっつって言って言われてましたですけど、うちのおじがですね、うち親父の兄弟の一番末のおじさんですけど、私が小学校何年生ぐらいの時かな、一生懸命観覧をこう私に見せるわけですよ。興味もないからですね、ふんふんって言ってたんですけど、ただその私にお前がその大人になった時におじちゃんが車を買うちゃると。で車って言ってて、そしたらおじちゃんがこれ今欄を集めよるから、これが将来その一目何十万でこう売れると。だからその時には私光弘って言うんですけど、光弘君にその車を買うちゃうって言われて、約束しとくわって言われたんですけど、まあその後何年してからですかね、中学高校生になってたかな、なんかのお祝い事で行った時に、そういえばおじちゃん前俺車買うてくるって言ったかねっつって話したら、なんか言ったねっつって、高校卒業したぐらいに車おねだりしようかなっつって言ったら、あんらんはよもうみんな枯れたってっていうお話をされてて、でおばさんだから奥さんですね、奥さんがもうボーナスはたいてバカじゃがねって人の反対も聞かずっつってて、なんかちょっと半分怒ってらっしゃいましたですけど。でもその時期って私たち小学生ぐらいの時ですかね。そうですね。ですよね。だから最初にその車買うちゃるって言われたのが小学校何年生だったかな、なんかで行った時に、そのおじさん家にいた時におじちゃんが車買うちゃるって言われて、でまあ今でもその欄少しは持ってらっしゃるんですよ、何本かはですね。でも金になるようなものは一つもねっておっしゃってましたですけどね。で高校生ぐらいだけどな、もうあれは枯れたっつって言われて、で蘭小屋もご自宅で作ってしてらしたんですけどね、ろくなもなんもねえよっつって言って枯れたっつって言う。でもそれはよく聞きますね。あのブームの時になんであんげなくんこうたっちゃろうかって言われる方がですね。だその時期に多分山に入って乱獲したんじゃないですかね。でも以前もう10年ぐらいになるか、宮崎の山でも非常に珍しいというか、誰も見たことのないような観覧が見つかったらしいです。で地元の方が山で取られて、である専門のところに持ってったら200万で買ってやるっていう、なんか珍しかったらしいですよ。で200万で売れたと思って喜んでたら、蘭のその品評会みたいなのにその業者の方持っていかれたら2000万の値がついた。あらまあっていう。であいつは俺を騙したと言われるんですよ俺に200万しかくれんかったと。いいじゃないですかって山で言うたらまあ泥棒ですよね人んちの山で取ってきてるわけですから。で200万もろたんでしょって、いやそらいいばっかじゃないですかっつってでうちみたいな盆栽で山で取ってきて200万ないですよそんなもんっつって言って、でなんかそんな話してじゃろかって言うから、いやそうですよって200万もろたんでしょって話したんですけどね。なんか脇道にそれたまんまなかなか元に戻りませんそういう時代があったんですもんね。ですね。恐ろしいですよ。はい、ということで、はい、ちなみにこれニュージーランド産の水ゴケなんですか？これは違うんです。違うんです。
ですね、これはもううちはこの水苔の販売をしてないので、以前してた時にまあ要は袋詰めしたやつのくずの残りですよね、あれです。だから全然短いです。なるほど。そのくずです。これを倉庫にずっとあったやつを引っ張り出してちょこちょここういう時に使ってます。まあほとんど残ってないんですけどね。はい。でこれを今からちょっと、水苔をですね保護のためです。先ほど一旦こうお見せしたのはですね、こんな根の形になってますよというので、根むき出しの状態でちょっとこうお見せしてたんですけど、まあこれが1年後2年後、下がまあ元気に根が増えてくればですね、鉢の中で十分根が育ってくれればですね、上の方のこういうポチポチしたやつは外しても大丈夫でしょうから、そう水苔を巻くと、はい、そこに根は張らないんですか？張ります。張る。はい。張りますけど、下に十分あればですね、まあある程度こう取っても問題はないかと思いますが、今全部取ってしまうとですね、まあ大した量じゃないけどそれでも多少は残ってますからね。せっかくなんでその辺も使えたらなと。まあ葉っぱ1枚分にでも手伝いになればこの根がですね。なるほど。これはテグスです。この水苔がポロポロ落ちないようにですね、まあ別にテグスじゃなくても何でもいいんですけどね、麻の紐でもビニール紐でも何でも、要はこの水苔を押さえときゃいいので、まあ細めの針金でも本来は全然問題はないですけど、ただまあせっかくならですね、ちょっと置いてる時にあんまりこう紐が目立つのもちょっとかっこ悪いかなと。はい、こんな感じですがどんなでしょう。はい、こんな感じでですね、まあちょっと悪いところを全部取っちゃったんですけど、まあ将来的にはこの根上がりのこの根の部分をしっかり見せて、でまあ中ちょっと深めの鉢で中でまあ十分根が育てばですね、今度は逆にちょっとちっこい浅めの鉢に入れて、まあぐるっと垂らしても面白いかなというふうには思っております。はい、まだあとこのありますので、この辺もちょっといろいろとこれから作っていってまたご紹介できればなと。まあ今度はもうやり方は同じなんで、できたやつをまた見ていただこうかなと思いますが、はい、こんな感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。